ばったり店の跡がありますね。外からはですね、虫かごのように見えてたと思うんですが、京都の非常に歴史深い、あるいは日本の宝、そのように思うようなエピソードがあります。2ポイントの池内です。いつもありがとうございます。今日は中京区立花町の不動産のご紹介させていただきます。京都市役所から歩いて3分、御所の南側の不動産になります。ご覧いただいている通り、大きな京町屋になりますね。外観の特徴からご説明させていただきます。格子と出格子があります。今はもうないですけど、ばったり店の跡がありますね。この格子取り外して、ばったりと倒してきて、お店に商品を並べる、陳列するような使われ方をしたりですね、ここに腰を掛けるような座席を設けて地域の皆さんとコミュニティの中で団らんするような、そういうスペースで利用されてたものですね。1階の下屋ですね。特徴はいつも通り京町屋の特徴です。腕木、出し下駄がある、はい、そういう京町屋の特徴を持ってますね。こちらの玄関ですね。このガラス戸がもう明治とか大正時代にこういう風な施工をされて、で中によいしょ、もう一つですね、大きな扉があって、これをオートマイラドというような言い方をして二重のセキュリティになってます。どうぞ。2ポイント。玄関の土間ですね。はい。でこれはもう古くからある収納がここにあります。で上に目をやっていただいて、これはもう1階部分の失礼しました、2階部分の胴出しで床があって、失礼します。はい。じゃあちょっと上目をやっていただいて、すごい広い空間がありますね。はい。でもともとおそらくこの土間がずっとお庭の方まで続いて、通り庭の形をもともとは持っていて、でここの上については非常に広い空間なんですけど、いわゆる火袋と呼ばれるような、そういうものになりますね。今日のこちらの町屋についてはスリッパで入っていいということですので、スリッパで上がらせていただきますね。はい、どうぞ。はい。もうこのキッチンについてはもうシステムキッチン、近代のものになっている、はい、新しいものです。で土間から直線にお庭が配置されてて、どうぞ足元気をつけてください。はい、こちらにお風呂ですね。浴室がございます。はい。で縁側がこのようにあって、お庭がある。はい。で、お庭に接している和室6畳と床の間がありますね。でちょっと和室でスリッパで入るのは大変恐縮ですが、許可もいただいてますし、今日の撮影では入らせていただきます。この辺はジュラクで塗って貼ったものですけども、だいぶ剥げ落ちてますね。はい、補修が必要になってきます。で和室のお部屋は京間のお部屋になってますね。はい。はい。こちらに下の目をやっていただきますと板前になってますね。はい。で先ほど正面からご説明させていただいた、こちらが出格子の部分になりますね。はい。でこちらの格子の部分になります。でこのスペースで、商品をこの格子を外して商品を陳列されたりですとか、ここで、歴史のある素晴らしい職人の皆様がさまざまなものを創作された、そういう場所になります。この物件ってどういった方が使われてたんですか？建物大変立派で京町屋として趣ある建物なんですけどね、ここの利用されてた方っていうのは宮田家と岡本家という2つの家庭のですね、家系の歴史がある、そういう建物でもあるんですよ。次は2階にどうぞ上がってください。2ポイント。2階に上がってまいりました。
さっきのその宮田家と岡本家の両家の歴史、どういったことをされてた方ですか？もともとは京都の非常に歴史深い、あるいは日本の宝、そのように思うようなエピソードがあります。時代は1709年で、当時の朝廷あるいは幕府からですね、号として免書というような号を授けられはりました。そこから始まって宮田家さんの歴史が始まっていきます。当時日本の歴史でいきますと、元禄時代、元禄文化、そういうような時期になるんですけども、皆さんご存知なのは赤穂浪士、そういったものでお聞きになられたこともあるかもしれませんね。当時は能面師をもともとはされていらっしゃったそうなんですけど、能でお作りになられるお面、この制作からですね、お人形、ひな人形ですね、そういったものをお作りになられて、奥下さんとか、三井財閥さんとか、そういったところに提供されると。はい正面玄関から見ていただいてた天井高の非常に低い、勾配天井になっているこういう低いものを津2階建ての造りというふうに言ってます。そしてこれを見ていただくと、外からはですね、虫かごのように見えてたと思うんですが、こういう格子ですね。この中は木材で、その上に土壁のように縫って、で漆喰を縫って、上にしっかりこういう形で、施工されている。これを虫子作りというふうな言い方をしたりします。当時江戸の時代にですね、現代でいう建築基準法のようなものがありまして、こういうふうな施工を奨励していたという歴史があります。はい、で非常に天井高が低くて、ね、ただ梁とかすごいこう立派な構造が出てて、京町特有の趣を持ったものですね。で先ほどの火袋の方を一回ちょっと覗いてみましょうか。はい、なんか美術品がありますね。私物ですけどね。これは宮田家さんの歴史と、岡本家さんの歴史ともこの美術品ってつながっていくんですけど、一番そうですね、近代でいうところの一番有名なことで申し上げますと、大正時代に、今でいう祇園祭ですね、祇園祭の放下鉾っていうものがあるのは皆さんご存知でしょうか。祇園祭ね、もう7月になったらいよいよまた京都も祇園囃子、金色鎮の音が聞こえてくる、そういう時期になりますね。祇園祭で申しますと、先ほどのお話少し触れましたけれども、放下鉾というものがあります。放下鉾、他の鉾とか、ね、にもそうなんですけど、お稚児さんを同じく演出で、使っていらっしゃって祇園祭を、楽しむと。でお稚児さんというのはちっちゃなお子様を、お化粧して鉾の一つとして演出していくものなんですけども、それを放下鉾に関してはこちらの、岡本家、様がからくり人形をお作りになられて、それを今でも利用されてます。当時大正時代そういった試みがなされて、当時の京都の皆さんはその初めて見るからくり人形に驚嘆されたというような事実が残っておりますね。時代は昭和にかけてどんどん流れていく。その中で、13世の、免正正蔵様という方がいらっしゃいます。この方についてはですね、すごく代表的な、今でも現時点でも残っている著名な作品がございます。五条通りございますね。五条通りから五条大橋っていうのがかかってるんですけども、その橋にですね、牛若丸と弁慶が戦っている、そういう像があります。はい、そういったものも岡本家様の代表的な歴史を物語っている、そういうふうに思いますね。でそういったところから免正さんの技術というのは、お人形をお作りになられる技術から美術という形でどんどん昇華されていったと。脈々とその家系、技術の伝承が続いているということになります。でこちらの不動産について、今回はテナントとして募集を開始しております。本当に1700年代からずっと脈々と続いている歴史のある人としての物語、不動産としての物語、非常に趣のあるもの、そういうふうに感じますね。この京都、いやこの日本ですね、歴史と伝統、そして創作のこの地で新しい時代を作っていただけるような、そんな事業がこの場所で見てみたいなと、そういうふうに思います。本日も以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございます。